皆様どうもこんにちは。今日も京都でミキシングスパイクスタジオのスパイクです。さて今回制作していくのはこちらのジークアクス版のドム。アニメで足が3本になって登場した時はかなり驚きましたが、なかなかアレンジの効いた尖ったスタイルのドムです。ドムは結構好きなモビルスーツなのですが、今回はミキシングでオリジナルのドムドムしいドムを制作していこうかと思います。今回の工作のポイントはこちら。ガンプラ以外の素材を使った異素材ミキシング、組み合わせるキットに合わせたディティールの追加、ミキシング後ドムっぽいカラーへの配色変更、メイン武器のバズーカの改造です。ショート動画ですでに少しネタバレをしていますが、今回はあのキットと組み合わせてマッシブな機体を作っていく予定ですので、最後までお楽しみに。それではレッツミキシング。さて早速ですが、今回使用するミキシング相手はこちら、アーマードコアに登場するオープンフェイスですね。ぶっちゃけこいつが出てくるところまでゲームをプレイしていないので、存在を知らないにわかえろうなんですけどね、スパイクは。ただドムを購入した際にプラモ屋さんで棚に残っていて、見た瞬間にこれドムじゃねとなって抱き合わせで購入をしてみました。以前制作したゲルググミルクトゥースでアーマードコアとジークアクスキットの親和性の高さは証明できたような気がするので、おそらく今回も大丈夫でしょう。まずは2体を組み立て合体。使うパーツはまずドムの頭部、ドム本体から取り外していきましょう。オープンフェイスの顔も取り外し、そのまますっぽりはまるかなと思ったのですが、微妙に軸の形状が違ったためドム側の首パーツを加工することに。ある程度長さが必要だったので、丸軸の部分は切り飛ばさずにニッパーである程度棒状になるようにカットしてヤスリで調整することに。今回かなり短期集中して制作したので画角がガバガバな部分が多いですがお許しください。丸い部分が棒状になったらオープンフェイスの首元にぶっ刺します。ドムの顔側はそのままなので、取り付けるとドムフェイスの完成。すでに結構いい感じですが、ちょっとアーマードコアキットと比べるとディティールが寂しい。その辺は後ほど追加していこうかと思います。続いて手首の加工。こちらもそのまま腕が入ればよかったのですが、微妙に違う形状。 AC キットってディティールは細かい割にこういう部分は結構昔のキットっぽい感じですよね。また画角がガバいです。今度は軸の長さは足りているので、丸軸の部分だけニッパーで切り取り、そのまま腕に取り付けることができます。少し細く緩くなっているのですが、塗装すればちょうどいい感じになるはず。取り付けてみましたが、手はそんなにディティール負けしていない感じですね。このまま使っちゃいましょう。反対側も同じように加工をしてバズーカと一緒に取り付け。どうでしょう。ポーズを取るとかなりドムっぽい感じ。しかしなんか物足りないなぁと思い考えた末、ドムといえばスカートやろってことで、スカートを無理やり取り付けることに。スカート裏に穴が開いているパーツがあり、そこに 1mm 真鍮線を差し込むことができました。オープンフェイスの太ももに真鍮線を差し込むための穴を開けていきましょう。この時点で立ち姿のポージングは諦めて、少し膝を曲げたポーズ固定にしようかと決めました。結構変なところに取り付けるのですが、胴体の干渉やスカートのサイズ感的にここに取り付ける以外の方法がなかったんですよね。反対側も同じように処理をしていきましょう。ポージングの関係で穴を開ける位置は少しずらしています。左右対称にするとかっこいいポーズが取れなさそうだったんですよね。1mm 穴を開けて真鍮線を差し込み、長さを調整。スカートの取り付け位置はこんな風に結構無理やり刺しています。両足を取り付けるとこんな感じになりました。ホバーで動いている時をイメージしたポージングにして、無理やり取り付けたスカートの違和感が少なくなるようにしてみました。まあ悪くないんじゃないでしょうか。もう少しドム要素を追加しましょう。ドムの肩についていた謎のアンテナパーツとヒートサーベルの取り付け口を装着。こんな感じでオープンフェイスのバックパックに武器取り付け用の穴が開いているので、ここを活用してこのパーツを取り付けられるように加工していきます。まずは穴に差し込むための軸を作成。この紫のパーツに軸を生やしましょう。適当なランナーから 3mm サイズの棒部分をカットして使用します。カットしたランナー棒の接着面をヤスリで整えておきましょう。ミスターセメント SP で紫のパーツとランナー棒を接着していきます。左右取り付け位置を間違えないように注意しつつ接着。棒を乗せて接着しているだけなので、少し強度に不安があり補強をすることに。ベビーパウダーと瞬間接着剤を使ってパテを作ります。ベビーパウダーに瞬着を混ぜ込んでゲル状になったら、先ほどの接着面周辺に盛り付け。そんなに分厚く盛らなくても大丈夫かとは思います。盛った瞬着パテを硬化スプレーで硬化。乾燥後ニッパーで長さを調整したら一度取り付けてみましょう。左右取り付けるとこんな感じ。ドムっぽさが増していい感じですね。さてここで合わせ目消しを。
ジャイアントバズが恐ろしいくらいにモナカ構造でザ合わせ目といった感じですので処理をしていきましょう。パーツを合わせて流し込み溶剤を塗布していきます。溶剤を塗ったら思いっきり挟み込んでむにゅっとさせます。強力洗濯バサミがあったのでこれを使って固定しておきましょう。まんべんなく流し込み溶剤を塗布したら両端を洗濯バサミで固定してしばらく乾燥後ヤスリなどで処理すれば合わせ目消しの完了です。一度現状の全体図をチェックしてみましょう。かなりマッシブなドムが仕上がってきました。頭部やジャイアントバズのディティールが少なく浮いているような気がしますね。後ほど処理していきましょう。他の部分は結構いい感じにまとまっている気がします。正直スカートの位置は微妙っちゃ微妙ですが他に思いつかなかったのでこのポーズ固定でごまかしちゃいます。配色がすでにドムなのでドムっぽさが3割くらい増していますが足元の配色などは変更した方が良さそうですね。それではこれをベースにさらにディティールを追加していきましょう。まずは頭部の加工。すでにちょっと穴が開いておりますがパーツを追加したり 0.5mm ピンバイスを使ってディティールを追加していきます。オープンフェイスの側頭部のアンテナが余剰パーツで余っていたので活用。まずはこのアンテナを左右に取り付け、後頭部がチラ見えしておりますが気にせず接着。アンテナの一部をカットして左右非対称にしております。こんな感じになりました。もっとディティールアップをしていきましょう。 0.5mm ピンバイスで角の部分にたくさん穴を開けていきます。普段あまりやらない作業ですが結構楽しいですね。続いてパーツの貼り付け。ウェーブの大ボルトをいくつか接着していきます。塩梅を見ながら追加。本体のディティールに合うような感じで接着をしていきます。後頭部にもいろいろ足してこんな感じで仕上がりました。塗装後が楽しみですね。続いてジャイアントバズのディティールアップを。合わせ目を消したらさらにのっぺりとした雰囲気になったので今回使わなかったオープンフェイスの武器を活用してディティールアップ。武器のパーツをばらしてバズーカにあてがいながら配置を考えていきます。こういうモリモリマシマシのディティールアップは普段あまりしないのですが頭部と同じで結構楽しかったです。ハイディティールにすると全体のバランスを取るのが難しくなってしまうのですが今度はガンプラオンリーでもやってみようかなと思いました。ある程度取り付けるパーツが決まったので流し込み溶剤で接着していきます。武器は塗り分ける予定がないので気にせずどんどん接着していきましょう。隙間が空いている部分も最後にパーツを埋めていくのでもう満タイ。重ねて貼り付けられる部分を先に貼ってしまって内側が干渉するパーツなどを加工していきます。元の武器に取り付けるための軸などが邪魔でバズーカに干渉してしまうのでニッパーで大まかにカットして切り取ったら電動リューターを使ってさらに削り込みます。バズーカの曲面に合うように削り込んだらこれらのパーツも接着。どんどんマッシブになっていきますね。さらに方針の方も持っていきます。こちらもオープンフェイスの武器パーツをカットして調整したものを貼り付けなんやかんやとパーツを貼り付けて最終的にはこんな感じになりました。元のジャイアントバズよりも AC っぽいディティールの武器になったのではないでしょうか。武器が結構鬼門だったのですがうまいことまとまってくれましたね。それでは塗装前の状態を見てみましょう。頭部と武器のディティールを追加したことで浮いた感じがしていた部分も少しは馴染んだのではないでしょうか。もうちょっとパーツを持ってもよかったのですが何事もやりすぎは良くないですからね。実はこの後ちょっとだけ回収して左手の腕の出っ張り部分を少しカットし中に 1mm 穴を開けドムの電磁ハーケンの射出口にしてみました。写真映えしないので使うか微妙なところですが結構悪くない改造だったかなと思います。それではここから塗装をして仕上げ作業に。塗装パートはカットしていますが最後の方に使用した塗料は紹介予定です。それでは仕上げパートご覧ください。塗装完了後ですがまずはマスキングした部分を剥がしていきましょう。足のこのパーツ一体型パーツなので塗り分けが結構地獄ですよね。ドムっぽい配色にするためにここのマスキングは必須でした。マスキングはシンプルにマステをカットして切り貼りしているのですがいろいろ悩んで何度か塗り直しもしています。全体のバランスと足の雰囲気の調和を取るのが難しかったですね。最終的にはご覧の通りの外側が黒で内側が紫のドムっぽい配色で落ち着きました。マスキングはほんと面倒ですが成功すると達成感が半端ないですよね。できればやりたくない工作ですがやれば完成度はぐんと上がる。悩ましいところです。綺麗にマスキングができましたね。グッドです。墨入れを行いましょう。紫と赤いパーツはブラウンで墨入れを行い黒系のパーツには黒の墨入れをしています。全部黒一色単に墨入れする派だったのですが最近はパーツごとに墨入れを分けていますね。その時の気分次第なんですけどね。塗り分けることで効果が出てると思いますかね。ぜひ感想をコメントしていただければと思います。墨入れ完了後ジッポーオイルで拭き取り綿棒の消費量が半端ないです。
AC キット恐るべし。続いて水転写式デカール貼り。新しく出たジークアクス系のデカールやジオン系キットのデカールをメインに貼り付け、最初間違って連邦のマークを貼り付けてしまって取り外すのに難儀しました。小さすぎるマーク系デカール、何かわからん問題あるあるですよね。最後に水性塗料のペンで部分塗装を。ボルトっぽい出っ張り部分のディティールをガンメタカラーでちょちょいっと塗っていきます。塗料皿に出して筆塗りしてもいいのですが、今回は直塗りでいっちゃいましょう。水性塗料なのではみ出しても拭き取りが容易なので精神的に楽ですね。たくさんディティールの入ったキットなので、こうやって少し色を足すだけでも情報量がアップします。拭きだけでなく本体部分もしっかりと塗っていきます。全体を塗り終えたら1日乾燥後、トップコート半ツヤを拭けば完成です。企業の香り漂うドム、完成状態をご覧ください。というわけで今回のドムの改造動画はいかがでしたでしょうか。ドムといってもほとんどオープンフェイスなのですが、同時発売のこのキット、もはや混ぜてくれと言ってるようなものでしょう。G9 版のドムに合わせて背中にもう一本足を追加する案もあったのですが、そのままのドム足だと違和感があったのと、オープンフェイスの足は左右非対称なのでキットをもう一つ買っても合わないだろうなと判断しました。脚部の配色は大正解でしたね。塗り直しをしてよかったです。紫もいい感じの色味になりましたね。ここで使用した塗料の紹介を。といっても結構混ぜこぜした塗料なので少し配分はアバウトですが、気になる方は一旦停止して参考にしてください。今回撮影途中でレンズを破損してしまいうまくピントが合わなかったり、買い替えたレンズの設定がうまくいかずに白飛びした部分があり申し訳なかったです。新しく単焦点のレンズを購入して撮影してみたのですが、どうでしょう。設定もうまくはまっていい感じの写真が撮影できたような気がします。またガンプラの撮影設定なども動画にして皆さんに紹介していきたいですね。当チャンネルでは今回のようなプラモデルの改造から完成までの様子を1本にまとめた動画を定期的に投稿しております。ぜひチャンネル登録、高評価の上、作業のお供に別の作品動画も見ていただけると幸いです。制作に関する質問なんかも受け付けておりますので、ぜひコメントしていってください。またメンバーシップも開いております。メンバー限定動画や配信アーカイブなど残しておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。次回はガンダム8のジディウスの改造動画を予定しております。作品はもう完成しているので比較的早めに投稿できると思いますのでお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。